皆さんこんにちは、アンリです。今日はアンソロピックが評価額1兆ドルに到達し、アルファゴの父デイビッド・シルバーが新会社で1100億円を集めて独立した AGI 巨頭再編の1週間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026で4月、 AI 業界の勢力図が静かに、しかし決定的に書き換わりつつあります。一つ目のニュースは、チャット GPT の対抗馬として急成長してきたアンソロピックの企業評価額がプレ IPO の段階でついに1兆ドル、日本円で約150兆円に到達したことです。オープン AI から飛び出した元社員たちがわずか5年で1兆ドル企業を作り上げ、本家を超えていく。SNS ではオープン AI が辞めた元社員たちが5年で1兆ドル企業を作るのを眺めているというミーム化したポストが拡散し、ビュー数は累計で90万回を超えました。2つ目のニュースは、囲碁のアルファ碁、将棋のアルファゼロ、最強汎用 AI アルファ碁ゼロの父として知られるデイビッド・シルバーが Google ディープマインドを退社し、新会社イネファブル・インテリジェンスを立ち上げたことです。シードラウンドで一気に11億ドル、日本円で約1650億円を集めたとブルームバーグが報じました。 AGI 研究系スタートアップとしては最大級のシード規模です。アルファ語が2016年に1000ドルを破ってから10年、伝説の AI を作った人物がついにディープマインドの外で独立したというニュースです。それでは、なぜこの2つのニュースが AI 業界の勢力図を変えると言われているのか、アンソロピックの1兆ドルが意味することは何か、デイビッド・シルバーが独立で何を作ろうとしているのかを整理してお伝えします。まずアンソロピックの1兆ドル到達のインパクトから見ていきましょう。アンソロピックは2021年にオープン AI から飛び出したダリオ・アモデイとダニエラ・アモデイの兄弟を中心とするチームがモマサンフランシスコで創業した企業です。主力商品はクロードと呼ばれる AI アシスタントとクロードコードと呼ばれるコーディング AI で、特に法人市場での導入が爆発的に進んできました。年間売上は2026年4月時点で約300億ドル、日本円で約4兆5000億円に達し、契約大企業数は1000社超で過去2ヶ月で倍増しています。そんなアンソロピックがプレ IPO の非公開取引で1兆ドルの企業評価額に到達したというのが今回のニュースの核です。これは時価総額で世界トップクラスの公開企業、例えば JP モルガン、ビザ、ウォルマート級の評価額です。オープン AI の非公開評価額が約5000億ドルと言われている中で、アンソロピックが2倍の1兆ドルに迫ったという事実は、オープン AI 一強時代が事実上終わったことを意味します。このニュースが拡散したきっかけが X でのユーザー投稿でした。投資家コミュニティ向けニュースレターザコベイシレターが38万ビュー、バディムストリゼウス氏の投稿が53万ビューと合計90万ビューに達するバズになりました。特に強烈だったのが、オープン AI が自分たちから辞めた元社員たちが5年で1兆ドル企業を作るのを眺めているというミーム調のポストです。下克上ナラティブが AI 業界の人事と勢力図の両方を一気に語る形で広がりました。ここで2つ目のニュース、デイビッド・シルバーの独立を見ていきます。デイビッド・シルバーは英国出身の研究者で、 Google ディープマインドで20年以上教学習と AGI 研究の最前線を引っ張ってきた人物です。一般の視聴者が彼の名前を知る最大の瞬間は、2016年にアルファゴが韓国の囲碁世界王者イーセドルを4勝1敗で破った歴史的な対局でした。人類対 AI の伝説的瞬間を裏から作り上げた科学者がデイビッド・シルバーです。その後シルバーはアルファゴゼロ、アルファゼロ、ミュージーロと続く一連の革命を主導し、強化学習を中心とした AGI の最有力アプローチを世界に示してきました。特にアルファゼロは人間の対局データを一切使わずに自己対戦だけでチェスと将棋と囲碁の全てを世界最強レベルまで持っていくという衝撃的な研究で、 AI が自分で学ぶ力を持つことを証明した記念碑的成果です。
そんなシルバーが2026年4月 Google ディープマインドを退社し新会社イネファブルインテリジェンスを立ち上げるとブルームバーグが報じました。シードラウンドで一気に11億ドルを集めたという数字は AGI 研究系スタートアップとしては事実上の最大級です。投資家陣には A16Z、コスラベンチャーズ、ファウンダーズファンドといった超大型 VC が名を連ね、Google やメタの一部役員も個人で出資したと伝えられています。会社名のイネファブルインテリジェンスは言葉では表現できない知性を意味します。シルバーが本気で目指すのは現在の大規模言語モデル路線とは別の経験から自分で学習し続けるエージェント型 AGI だと業界では見られています。アルファ5、アルファ0、ミュージーロの系譜にある強学習、自己対戦、現実世界エージェントという方向性でこれまでのチャット GPT やクロードとは別の生態系を作る可能性があります。それではこの2つのニュースが私たちの社会にどんな影響を与えるかを3つの視点で見てみます。1つ目は AI 業界の主役がオープン AI 一様から複数大国時代に移行することです。これまで AI の最先端といえばオープン AI でチャット GPT がその看板でした。しかしアンソロピック1兆ドル到達、Google ディープマインドとアルファベット全体の AI 事業、XAI グロックの急成長、そしてデイビッド・シルバーの新会社を加えると、フロンティアモデルを持つ企業が一気に5社、6社と並列化します。チャット GPT さえ使えれば OK という時代は終わり、クロード、ジェミニ、グロック、そして新興のイネファブルインテリジェンスなど複数の AI を使い分けるリテラシーが必須になります。2つ目は研究人材の流動化と AGI スタートアップブームです。デイビッド・シルバーのような大物研究者がディープマインドから独立する流れは、イリア・サツキバーのセーフスーパーインテリジェンス、ミラ・ムラティのシンキングマシーンズラボ、ヤン・ライキのチーム移籍と並んで AI 業界全体の構造変化を象徴しています。ビッグテックの研究所に縛られず、自分のビジョンで巨額の資金を集められる時代が来たということです。日本の AI 研究者にとってもグローバルな市場価値が一気に上がるサインです。3つ目は AGI 到達のタイムラインの修正です。デイビッド・シルバーは過去のインタビューで AGI は強化学習と自己対戦の延長線上にあると語ってきました。イネファブルインテリジェンスがその路線を本格化させると、現在のチャット GPT やクロードが歩む大規模言語モデル路線とは別のもう一つの AGI 到達ルートが本格的に動き出します。AGI への道筋が複線化することで業界全体としての到達タイミングはむしろ早まる可能性が高いです。それでは私たちが今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目はチャット GPT、クロード、ジェミニの3つを最低でも触り比べることです。アンソロピックが1兆ドル評価に達したのはクロードが特定の領域でチャット GPT を上回り始めたからです。今のうちに無料プランや定額プランで使い分けの感覚を持っておくと、これから1年でモデルの相対関係が変わった時に即座にキャッチアップできます。2つ目は AI 関連株とプレ IPO 銘柄のマップを頭に入れておくことです。アンソロピックは未上場ですが、評価額1兆ドルに到達したことで二次流通市場で個人投資家が間接的にエクスポージャーを取る商品が今後増える可能性があります。日本でもソフトバンクグループ、伊藤忠商事、三菱 UFJ 銀行といった既存の大型 VC が AI 関連の出資を増やしているため、こうした上場銘柄を通じて間接的に AI 主役群にアクセスする選択肢が広がります。3つ目はアルファ5とアルファ0の紹介ドキュメンタリーやネイチャー論文を改めて軽く見直すことです。イネファブルインテリジェンスが目指す方向性を理解する上で、デイビッド・シルバーが過去に何を作ってきたかを知ることは今後のニュースの解像度を一気に上げてくれます。アルファ5ザ・ムービーというドキュメンタリーが YouTube で無料公開されているので、休日に見るのもおすすめです。最後にもう一度ポイントをまとめます。1つ目、
アンソロピックがプレ IPO で評価額1兆ドルに到達し、オープン AI1 兆時代の終わりを象徴するニュースとなりました。2つ目、アルファゴの父デイビッド・シルバーが Google ディープマインドを退社し、新会社イネファブル・インテリジェンスで11億ドルを集める独立を発表。 AGI 研究系シードとして最大級の規模となりました。3つ目、私たちはオープン AI 一強から複数大国時代への移行を意識し、チャット GPT クロードジェミニの使い分け、AI 関連株のマップ、アルファ語の歴史的背景の3つを今日から取り入れていきましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。